はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。小学生の頃、秋になると校庭に落ちていたどんぐりを拾ったのが懐かしいです。興味本位で殻を割って中身をかじったことある人もいますよね。あの時の渋みが今でも忘れられません。でもしっかりと処理すればどんぐりも美味しいです。今日はどんぐりでコーヒー作ります。それでは早速やっていきましょう。今日はどんぐりを用意しました。これはどんぐりの中のマテバシイと言われる品種です。どんぐりといって一番に思い浮かぶ形ではないでしょうか。どんぐりとはブナ科の果実の総称です。総称ということなので、栗もブナ科なのでどんぐりの一種です。ちなみに漢字で書くとどんぐりと書きます。一言でどんぐりといってもその種類は膨大で、世界で900種以上、日本では22種のどんぐりがあると言われています。栗とは違って食卓に並ぶことが少ないどんぐりですが、実は食べられる品種が多いです。アクが多いものと少ないものがありますが、基本的にアクを抜けばどれでも食べられると言われています。一般的に C 類はアク抜きが不要で、カシ類はアク抜きが必要と言われています。今回用意したマテバシイは比較的アクが少ない品種です。今日はこのどんぐりを使ってコーヒーを作ります。コーヒーを作るのであればブッチャーの乙女心に火がつきます。せっかくなのでパンケーキも作りましょう。まずはどんぐりの殻をペンチやニッパーなどを使って割って剥きます。結構この作業が時間かかりますね。おそらくこの作業は早回しで一瞬で終わりです。2時間以上かかって剥き終わりました。動画の撮影って実は裏側でかかっている時間が膨大です。2時間が10秒、半年が5分にまとめられてしまいます。編集のいぶし銀に丸がド S です。このマテバシイはアク抜きしなくても渋みは少ないですが、今かじってみたら少し渋みがあるので水につけてアクを抜きます。どんぐりの渋みの原因はタンニンです。タンニンは水溶性なので水につけておくことで溶け出します。こんな感じで容器にどんぐりを入れて水を注ぎ 3,4 日水を変えてあげます。この段階で細かく粉砕してから水につけた方がアクの多い品種は効果的です。もしくは茹でる方法もあります。茹でることでどんぐりの中のでんぷんが加熱されるので、クッキーやパンなどを作るのには向かなくなります。生の状態だとでんぷんが結合するのでお菓子作りなどにも使用できます。今回はコーヒー用は茹でて、パンケーキ用は水でアク抜きをします。ただアク抜きをするだけであれば圧倒的に茹でる方が早いです。味を見ながら数回お湯を捨てて茹でる作業を繰り返します。渋みがあれば多めに繰り返します。味見をしてみると特に渋みもなく栗のような甘さがあり、デザートに合いそうです。茹で終わったどんぐりがこんな感じです。水気を切って次にトースターやオーブンでローストします。フライパンなどで煎る方法もあります。フライパンだと細かいどんぐりが焦げやすいので特に注意が必要です。ローストし終わったどんぐりはこんな感じです。一見するとカカオなどにも見えますね。あとはこれをコーヒーミルでひいて粉にすれば完成です。水につけたどんぐりもアクが抜けたようです。バットに広げて水気を切ります。次にミキサーを使ってどんぐりを粉にします。粉になったどんぐりはこんな感じです。まだしっとりとしています。すぐに使うならこのまま使っても大丈夫です。今回は長期保存できるようにこれを乾燥させます。まずはザルを使って粉を振って粒が大きいものは弾きます。次にこの粉をフードドライヤーを使って乾燥させます。温度が高くなりすぎないよう一番低い温度で水分がなくなるまで乾燥させます。乾燥を待つ間に先ほどローストしたどんぐりをコーヒーミルを使って粉にします。粉にするとこんな感じです。しっかりとローストされたいい香りがします。どんぐり粉の乾燥も終わったので見てみましょう。乾燥が終わったどんぐり粉がこちらです。さらっとしていてこのまま瓶などに入れて保存が可能です。今日はこの粉を使ってパンケーキを作ります。ボウルにどんぐり粉、小麦粉、重曹、ベーキングパウダー、塩、砂糖、卵、牛乳を加えて全体を混ぜ合わせます。溶かしバターを加えてさらに混ぜます。これで生地は完成です。次に温めたフライパンに生地を流し込み、両面軽く焼き目がつくように焼いていきます。
焼けたらお皿に盛り付けます。盛り付けたどんぐりパンケーキがこちらです。ここにメープルシロップをかけて完成です。マグカップにコーヒーフィルターをセットしてどんぐりコーヒーを入れてお湯を注ぎます。ここからがバリスタの腕の見せ所です。しっかりと色のついたコーヒーが抽出されています。味がコーヒーになってるか楽しみです。それではコーヒーも準備できたので早速食べてみましょう。いただきます。それではまずはどんぐりコーヒーからいただきます。ローストされたどんぐりの香ばしい香りが鼻を抜けます。口に含むとどんぐりの甘みがあり、酸味はなく焦げたカラメルのような風味を感じます。コーヒーに比べると苦味は控えめです。もしこれをコーヒーだと言われて出されたら味の薄いコーヒーだと思ってしまうかもしれません。味としてはしっかりロースト香がして改良の余地がありそうです。砂糖やミルクを足してみるのもいいかもしれません。どんぐりコーヒーはカフェインゼロなのもカフェインを気にしている人にはメリットです。次はパンケーキいただきます。香りはフレッシュなどんぐり感があるかもしれません。もっと森の木の実って感じの野生的な味を想像してましたが、思ったよりも上品でナッツとかを使用したパンケーキのようです。変わり種のケーキというよりはしっかり美味しいパンケーキに仕上がっています。これがお店で出てきても全く問題ないです。秋の限定メニューで少し意識高めのおしゃれなカフェで出てきそうです。ちょっとジャムとかピーナッツバターとかをつけて味変するのもありですね。どんぐりはいろいろ可能性がありそうです。実は世界各国で昔から食べられている食材でもあります。今後さらにどんぐりブームが来るかもしれません。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。どんぐりいかがでしたか？どんぐりの美味しい調理方法とかあればぜひ教えてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。